ッピングしていきたいと思います。あ、トッピングじゃないね、今日は。こんにちは、アジーンです。今回は100均のスマホケースを使って集まれ動物の森の手作りスマホケースを作っていきたいと思います。ダイソーのクリアケース使っていきます。今回は iPhone 用のケースを使っています。いろいろなメーカーさんのサイズも出ているはずなので、ぜひね、自分のサイズチェックしてみてください。ハンドメイドにはもってこいだと思います。100円ですよ、これ。安いよ。でね、これ鬼滅の炭治郎のスマホケースを作りたい方は、もうこのね、模様に沿ってマスキングテープを貼っていけば簡単にあの模様が出せるので、それもおすすめです。これね、すごく便利です。まずはこちらのケースにいつものようにマスキングテープでコーティングしていきます。今回使っていくカラーがこちらの2色用意しました。これどこで買ったかな？ドンキかな？このマスキはドンキとマステがかかっちゃった。こちらのマステはドンキです。で、おすすめなのがこちら。このメーカーめっちゃおすすめです。このメーカーのマステは UV レジンでコーティングした時がね、すごくいいんですよ。マスキングテープによっては乗せた UV レジンをちょっとね、弾きやすいものもあったりするので、ちょっといろいろね、使い比べてみてください。100均のものよりはどちらかというと、こういうメーカーさんのマステがおすすめです。特にね、このマスキングテープはいい。すごく綺麗にね、UV レジンが乗るんです。今回も悩みますね悩んじゃうんだけど貼っていきます。まずはもうアバウトで大丈夫です。アバウトに行きます。貼れました。余分なマスキングテープをカッターでカットしていきます。余分なマステをカットできたので、今から UV レジンでコーティングしていきます。たっぷりめでコーティングしていきます。たっぷり塗ると弾きにくいです。そしてツヤツヤになります。なので100均の UV レジンだとね、ちょっと量が少ないんじゃないかなと思います。手芸屋さんのものもね、高いんですけどね。ただハードタイプの UV レジンを塗ってあげると結構頑丈になります。この後 UV ライトで硬化します。ツヤツヤにコーティングできました。ツルピカです。ダイソーのもちっと伸びる粘土を紫と青色で着色しました。ブレンドされてます。で、こちらの粘土を以前善逸のスマホケースを作った時に使ったこちらの UV レジン用のシリコンモールドを使って粘土の型抜きをしていきたいと思います。うっすらとこの宝石のようなこの質感を粘土につけていきたいです。このシリコンモールドもダイソーのものです。さあ、何ができるでしょうか。さらに質感をつけます。この中で整える感じです。
若干質感がついてます。ちょっとデコボコした感じ。こちらを使って化石を作っていきたいと思います。動物のおもりといえばもう化石、虫取り、魚釣り、いろいろあるんですが、化石、穴を掘った時に出てくるあれを作っていきます。あつ森でもね、失礼いたしました。あつ森と出てしまいました。あつ森にも化石あると思うんですよね。博物館とかきっとありますよね。いやー楽しみだなー。白い粘土を細長く伸ばしていきます。こちらで渦巻きを作ってデコレーションします。デコレーションはスライムのトッピングパーツを代用して使います。使えるものは使いましょう。化石の完成です。しずえさんを作っていきます。前髪を作っていきます。オレンジ色の粘土で耳を作ります。つけていきます。しずえさんの完成です。たぬきちを作っていきます。つけていきます。たぬきち完成しました。この花の部分がね難しかったです。粘土でベルが入った袋も作りました。毛糸で結んで星型の粘土を貼り付けてあります。アイテムの葉っぱを作りました。では全てのパーツが揃ったのでトッピングしていきたいと思います。トッピングじゃないね、今日はデコレーションしていきます。粘土にニスを塗ったら完成です。皆さんもぜひ作ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして全ての通知を受け取るにしていただくと最新動画の通知が届くようになります。サブチャンネルの方にもぜひ遊びに来てください。